待たせしました。どうぞ。普通のうどんと違ってこう香りがあるんですごい美味しいですね。めっちゃうまい。お待たせしました。どうぞ。すごくない考えるんですよ。相当かな。この肉を炊いてるんですけど、これを小分けにしてもう一回冷凍するんですよ。一回冷凍しないと肉がもっと柔らかくならないんですよね。で小分けの分を解凍してる感じです。今日の分ですね。お兄ちゃん。国産黒毛和牛です。香川県のお店に入って修行したんですけど、帰ってきて店を開けるときにどこどこで修行したっていうこのバックグラウンドみたいなのが何もないので、始めるとき不安だったんで、今後製麺学んで開業する方が気候製麺組合っていうのに加入すればバックアップしてあげれるのかなと思って始めたんですけど、多い時は10店舗ぐらいあったんですけど、丸2日ぐらい熟成させたやつです。子供のように可愛い。これ冷蔵庫じゃなくて熟成庫なんですよ。19度とか20度とかに設定して温度と湿度を管理して。
国産のよもぎを練り込んで作ってます。食べた時に鼻にふっとよもぎの香りが抜けるくらいに調節して。このエッジが立ってるのが大事なんですよね。切った時の断面がひし形になるような、麺がギュッと強い証拠です。で、味的に言えばへこんだ部分につゆが乗ってよくつゆがついてくるんですよね。福宝地区のうどんの出汁って昆布が多いんですよ。昆布ばっかりではなくて、ちょっと香川の煮干しとかソーダガツオとか伊吹島のいりこを入れたりとかして、向こうっぽくもありこっちっぽくもあり、ハイブリッドな感じにしてます。お腹へこめちゃう、腫れるから。おはようございます。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。
せん、どうぞ。こちらでお手が洗ったら取りに来てください。肉ごぼう2です。お待たせしました。どうぞ。お好みで生姜を入れて食べてください。ありがとうございおます。待たせしました。メニューをお取りください。はい。普通のうどんと違ってこう香りがあるんですごい美味しいですね。はい。お腹空いたら頭よぎりますね。ごちそうさまです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。これで生姜うどんに入れて食べてください。お待たせしました。ありがとうございました。今47です。もともと車関係です。毎日家に帰ってずっとご飯作ってたんですよ。だんだんハマっていってレシピ見たら大体できるんですよね。でもうどん打ったらなんかボソボソの短いのしかできなくて、これ全然店なんてするつもりもなく習いに行ったんですけど、向こうはその日本中からやっぱ若い子たちがうどんの勉強しに来てるんですよね。めちゃくちゃみんな情熱持って、僕は地元に帰ったらうどん屋するとかそういう話をずっと聞いてたら、俺もちょっと帰ってしてみようかなと思って、で帰ってきて店テナント探すところからがもう始まりですね、うどん屋の。すいません。ごぼう1唐揚げ1です。おらんかった。ありがとう。すいません。いらっしゃいませ。うどん半玉。はい、どうぞ。よいしょ。お待たせしました。
待たせしました。お好みで生姜を入れて食べてください。よもぎ麺ごぼ天、それと唐揚げですね。これは揚げたてなんですよね。普通揚げたてないじゃないですか。よもぎ麺ね、これ食べたら普通のうどんが食べられないですね。めっちゃうまい。牛すじ丼ですね。美味しいです。柔らかいお肉とその天かすのカリッと感が癖になる。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらで音が鳴ったら取りに来てください。ありがとうございます。昨日もやばいとんだよ。お待たせしました。ありがとうございます。発見中です。お願いします。はい、ありがとうございます。肉うどん、唐揚げは1玉。ありがとうございます。お昼にうどんを食べに行こうということで、これ目的です。はい、美味しいです。はい、唐揚げ大好物なので。
たしました。どうぞ。親父とお兄ちゃん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお時間あったら取りに来てください。お待たせしました。どうぞ。お好みで生姜を入れて食べてください。お待たせしました。どうぞ。だけなんで。はい。お待たせしました。どうぞ。はい。うまい。いつも通り。これはよもぎの丸天、熱々揚げたてなんで、まあよもぎが独特なんで、やっぱよもぎ食べたくなったらここですね。発見中です。ありがとうございます。こちら音が鳴ったら取りに来てください。これをあんまりせん方がいいちゅう派と、僕はもう割とする方なんですけど、お待たせしました。どうぞ。よもぎ牛すじ肉ごぼう天うどんです。お好みで途中で生姜を入れて食べてください。点数稼ぎ。気持ちいいです。朝ごはんはいつも安住うどんで。はい、毎日。朝飯にちょうどいいんですよ、時間的に。汁を最後まで飲んでしまってますから。大好き。お願いします。はいよ。うまいね。美味しい。
します。右を入れたら、おはようございます。早いですね。鍵開けてくるんで。釜大きいですね。釜大きいですね。他のとこより多分ちょっとでかいかなと思います。一応特注らしいです。何社とかれるんですか。 9升ぐらいで、柏が少なくて6升。はい。とんでもない量ですね。土日はもっと多い。はい。あとは6時からとか7時からに来ます。まだとか。さん、今日は何時起きですか。今日は1時20分ぐらいに起きました。はい。いつも何時に寝てるんですか。子供がいるんで11時とかかな。今日じゃ2時間とかで2す時間、そうです。2時間半ぐらい。それって体慣れるもんなんですか。いや、この僕が早番するのが社長が休みの時ぐらいしかないんで、週に1回ぐらいなんで全然大丈夫です。結構流れるように準備されてたんですけど、はい。働かれて長いんですか。18からなんで15、6年目です。じゃあもう高校卒業してすぐそうですそうです。その入られたきっかけとかあるんですか。社長のこともともと知り合いで、はい、そんな感じで。うどん好きだったんですか。うどんは好きでした。そのコロナで売り上げが落ちてきて朝営業してみようか今始まって2年とか3年とかですか。ですね。マカロニサラダが一番人気ですね。
お客さんの層はやっぱ平日と休日では全然変わります。平日は会社員の方とかやっぱで、休日となるともう家族連れのお客さんが多かったりして、だいぶにぎわってますね。もともとうどんの職人になりたかったんですか？いやいや、もともとは特に高校で部活をしようと思ったんですけど、はい、その部活がまさかその高校になくて、何かの辺で友達から誘われたのがきっかけでバイト始めて、もうそれからはずっとアルバイト3年間して、18から見習いで、今もう本当20年ぐらいお世話になってる感じです。やっぱどんどんのめり込んでいくものなんですね。そうですね、やっぱ接客業自体が僕楽しくて、やっぱ飽きないですね。もうその日その日でいろんなお客さん来てくれるし、店の流れもその日その日で違うんで、やっぱ飽きが来ないですね。なんで毎日楽しくやってます。おすすめのメニューを教えてください。肉ごぼう天丼ですね。ごぼうのサクサク感から甘い感じがスープに行き渡って、がっつり食べたい方には本当おすすめのごぼう天丼と牛飯のセットがやっぱ最近出ますね。牛飯はまたこれもニンニクが効いた感じで、もうがっつり食べたい方には大盛り無料なんですね、ご飯。ご飯大盛り無料です。3店舗あるんですかね、安住うどん。はい、立ち洗いが本店で、田之島丸店、朝倉店で3店舗で経営してます。ここは年中無休。年中不定休ですね。
一応正月の三が日だけはお休みいただいてるという感じで、あとはもう特に何もなければずっと営業してます。朝7時から夜の8時40分オーダーストップですね。
歩いて5、6分です。美味しいですか？かけうどんが一番いいです。週2回ぐらいですかね。はい。うどん一杯お願いします。トラック乗ってるんで、今荷物を下ろして次の積み込み場に行く途中に、いつもここ寄ってる。私は右の目かな。はい。はいですね。じゃあネギ多めで。A の3じゃない B の3じゃない。 B の3。あ、そうね、間違ってる。大丈夫です。お待たせいたしました。私は右の目ね。ごぼ天うどんいなり。そう、今のいなりですね。はい、ちょっとお待ちください。うどん一杯お願いします。ごぼ天うどんです。ご主人、今日は今からお仕事ですか？そうですね。試しにちょうどいいんですよ、時間的に。ほとんど毎日、こっちの方にいるときはですね。来てます。さあ。行きます。はい。あ、じゃあ、しもちゃんお願いします。いいよ。ありがとうございます。ネギの大盛り頼まれる方多いんですけど、はい。結構出るんですか？ああ、出ますね。ネギ多めの方が結構おられます。はい。ネギ多めって何円でできるんですか？ああ、いや、もう無料でしてます。はい。
ぼうといなりです。はい、じゃあお願い。はい。すいません、エビ天そばのネギ多めです。はい、すいません、どうぞ。かしばです。これでも上がってるかどうか。お待たせいたしました。どうぞ。何人来る？まあ、いらんから出てください。2個目は入ってます。
体これで20キロ入るので、週末になったらもう60とか80とか。9時くらいから2時ぐらいまでちょっと上げます。いろいろちゃんといいかな。肉上がりました。うどんだろう。はいよ。はい、どうぞお願い。ダノダノです。ネギ切りまで。カシューのネギですね。どうぞ。配達お願いします。お一人お願いします。いや、違いな。おろしうどんのシングルとうどんダブル。配達お願いします。ザノに？ザノ8？失礼します。お肉うどんの大盛りです。
7本ですね。お待たせしました。おろしです。そばになります。どうぞ。おめでとうございます。お願いします。高めです。はい、ありがとう。私はお願いです。お願いします。うまい。昆布入れたら美味しい。お店にはよく来られるんですか？半年ぶり。移転したのは知らんかったですもん。貸しやるんやもん。空港のとこから来てる。はい、どうぞお願いします。はい、大盛りです。あげます。座の3上がりです。小鉢取ってもらって、で、2つ使うんだったらこれとこれとかっていう感じですね。僕は毎回これをいかに高く詰めるかを毎回チャレンジするんですけど、でもあんまりやりすぎて机の上にボトって落とすとそれはダサいんで。はい、座の子です。はい、お願いします。週に何回ぐらい来られるんですか？週に2回ぐらい来ますね。注文はいつも決まってるんですか？注文は肉うどんです。使っているスープがとても好きで、汁を最後まで飲んでしまってます。配達いいですか？テーブル5番。5番。山かけうどん1杯です。はい。うどん1杯です。配達です。Aの2です。大丈夫です。はい、かっこよくいってらっしゃい。あと2枚でうどんセット届きますね。7の2です。肉ごぼう天うどん。はい。ごぼう天うどんです。どうぞ。
の7です。惣菜もございますので、よかったらお召し上がりください。はい、ラストでーす。火を入れたら、座の6上がりです。お店にはよく来られるんですか？子供がちっちゃい頃はよく来てたんですけど、ここ新しくなっては初めてですね。新しくなってからどうですか？お味とか店内の雰囲気とか。お味は変わらないですね。通路とか結構ひどくなってね。じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、でカウンター5番様お願いします。はい、レジお願い。ありがとうございます。はい、ありました。A の6です。はい、配達お願いします。声から入るタイプです。はい、笑顔でどうぞ。テーブル3番です。おにぎりとかですか？おにぎりございますよ。お店ってよく来られたりするんですか？ここは初めて来ました。楽しまるか瀬高の方ですかね。うどん2杯です。カツオ2枚お願いします。テーブル6です。お願いします。
の7でどうぞお願いします。はい、お願いします。テーブル4番です。うどんに入れ。はい。お店にはよく来られたりするんですか？しょっちゅう来てます。もう20年以上あ、20年以上ずっと通われてる理由とかあいやったりされますか？このうどんで育ったんでこれがないとダメですね。お子さんももう少し大きくなったらそうですね、一緒に食べたいです。配達お願いします。失礼します。お待たせしました。肉うどんですね。失礼します。安住うどんはよく来られるんですか？来るよ。美味しいもんね。来るときは1週間に2回ぐらいは来るけど。あ、週2で来られます？うん、週2は来るの。まあ割と来るね。今日は肉うどんですか？今日は肉うどん。お味はいかがですか？美味しいよ。美味しい。で結構ほら素材も美味しいから。うん。一番おすすめのお惣菜なんですか？やっぱサラダでしょ。配達お願いします。じゃの7です。ザの3です。はい、ザの2で配達お願いします。はい、ザの8です。失礼します。お待たせしました。肉ごぼう天
割れてるだけだ。はい、どうぞお願いします。テーブル3番。はい。4です。あ、すみません。あ。おいよ。おいよ。はい、どうぞお願いします。菓子多いですか。A のさんです。はい。うどん4杯、ホットそば1杯です。かしわを2皿いいですか。じゃねー。じゃないんで。はい、どうぞお願いします。はいよ。はい、はいよ。はい、だってーす。お願いします。牛めし3番お願いします。カツ丼 A の6大盛りです。2杯です。大盛りですね。はい、どうぞお願いします。はいよ。ネギ入れたら A の7です。はい、どうぞです。かしわといなりをいいですか。はい、ネギ入れたらテーブル2番さんです。2でこれいいわ。通い続けてる理由とか。美味しいからやっぱ。うまいね。美味しい。
っぱ安くて美味しいですもんね。活気が出来上がりが早い。いらっしゃいませ、ようこそ。こんにちは、ようこそ。お早いね。上着着たいのって早いね。腹減った時は天ぷらセットやったな。お願いします。お願いします。はーい。そば粉は北海道産石臼引きと原引きを混ぜて手打ちしております。大体最初水は大体半分ぐらいから3分の2ぐらいを1回目入れて、残りを最後に入れてもう1回混ぜます。最後形を整えていきます。一旦第一工程が終わりです。打ち粉で使っている中身はこちらの花粉といって、こちらもそば粉 100% で作られている打ち粉用のそば粉になります。丸の形を意識しながら広げていきます。巻いて4方向から伸ばして、で最後は斜めから広げます。ミキサーから落としたうどんを踏み終えた後、作業台に上げ4等分に切っていきます。軽く押さえます。
店の方に配達してお店の熟成庫で1日寝かした上お店であと切って茹でてっていう工程に入っていきます。そうですね。それ1回に何リッターぐらい取れるんですか400弱ぐらいじゃないかな。足らなくなる時があるってことですかあるある、日曜日とかも全然足らない。うどん大変って話されてるんですけど、なんでそれでもうどんやるんですか？これは守れん使命感じゃないお客さんがね喜んで入ってもらえるのが一番いい。リュウさんが生まれた時にはもうお店あったんですか？いや、10歳の時小学校4年生、店も半分もなかった。ここまでしかない。広げられたんですか？そこで親父が2回増築して、お店がどんな感じだった？もうすごかったよ。もうオープンしてから親父と袋はもうほとんど寝とらんやろ。もう朝早くから店開けて夜11時半ぐらいまで開けよったもんね。幼い頃から手伝ってたんですか？年越しそばとかの時とかも外で売りよったよ。年越しそばいかがですかって言ってでももう中学校入ってからもずっと手伝いやったもんな。野球がない日は23ぐらいかな。その前に1回おって人がおらんけん帰ってこいで、人が入ったら明日からどっか行ってこい、服とお金だけ持って何も決めんで大阪に行って大阪で蕎麦屋さんに入って、そのノウハウで自家製麺に変えた。どんなうどん作りを目指してるんですか？それはもう本当に毎日来るお客さん結構多いけん、本当その人たちが飽きないように一番気使う。味付けにしてもバランス、味のそこは一番気使うかなと。
お味はいかがですか？出汁が結構効いてて美味しいですよ。ここはですね、出汁もいいからかけでも美味しいです。はい。エビ天もですね、結構よそのよりもなんか香ばしくて美味しいように感じます。注文決まられてますか？肉ごぼう天うどんお願いします。肉ごぼう天うどんですね。ご飯ものよろしいですか？大丈夫です。はい、かしこまりました。少々お待ちください。
号店うどんです。専門以上でよろしいですか？はい、失礼します。はい、そば上がります。はい。お願いいたします。特エビのおそばですね。ご注文以上でお揃いでしょうか。はい、なりですね。失礼します。伝票。エビ天ですね。はい。はい、お願いします。はい、うどんね。はい、お願いします。失礼します。あ、おはようございます。マルテうどんです。おはようございます。失礼します。楠本さんでした。ありがとうございます。ごぼうだけ。ごぼうだけあります。ごぼう一つ。天うどんが一つ。混ぜ飯を一つ。混ぜ飯が一つ。はい。まだ1名様です。ございません。大丈夫です。いや、もう一生懸命主人についてきただけなんですけどね。佐賀から来ました。ありがとう。佐賀ですか。有名ですから佐賀から。ありがとうございます。佐賀にも出してください。はい。失礼します。左です。お持ち帰りでいなりにお願いします。うどん1杯です。あ、わからん。お
天丼1お願いします。お願いします。お味はいかがですか？美味しいですね。はい、タレもしっかりしてるんで。はい。ありがとうございます。これ肉そば。そばです。お願いします。お待たせいたしました。肉そばです。ご注文は以上でよろしかったでしょうか。はい、では失礼いたします。はい、いなり、はい、今日は何を頼まれたんですか？大体ごぼ天とかもやしうどんとかですね。おうどんはどんなお味がされますか？とろみがあってですね、コシも強いしですね、立花うどんさんの独特の味がねあって非常にこう美味しいですよね。そば上がります。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お待たせしました。ありがとうございます。じゃあお客様失礼します。お待たせしました。肉ごぼう天ですね。以上でお揃いですね。ごゆっくりどうぞ。おり上げですね。以上でいいですかね。大盛りお願いします。うどん大盛り一杯、並2杯です。はい、お願いします。お待たせしました。肉ごぼう天丼のお客様ですね。はい。失礼します。
うどん上がります。大盛り並いっぱいです。肉飯1です。一番結構来るんですけど。いや、僕、ここに来たの初めてなんです。あ、そうなんですか。初めて食べたらお味どうですか。美味しいですね。大盛りです。大盛りです。食べれそうですか。食べれそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。ようこそ。いらっしゃいませ。こんにちは。ようこそ。水だけいっぱいあるぞ。お揃いですかね。お願いします。ぶっかけ納豆そばです。ぶっかけそばです。ぶっかけそばどちら？ありがとうございます。ありがとうございます。肉うどんとおでみてください。はい。はい、すみません、お待たせしました。先にいただきます。混ぜ飯お味どうでした？美味しいです。子供の頃から頼んでて変わらず、懐かしい味です。いいの？はい、お待ちください。お客様すみません、お待たせしました。肉ちくわ天のお客様。はい。きつねうどんですね。ちょうどお揃いですかね。はい、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。
ちら食べる。肉ごぼう天丼。斜め前ぐらい。はい、マネが2ですね。はい、ご飯からです。どうはい、お待たせしました。肉ごぼうです。はい、です。はい、いかがよろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。はい、すいません。西エビのお客様。はい。それご注文お揃いでしょうか。はい、すいません。おやすみのとこ肉の。これです。ありがとうございますはい、天丼天一です。ごぼうください。お願いします。3倍です。はい、片面上がります。いらっしゃいませ。上がります。はい、いらっしゃいませ。お願いします。します。はい。お肉ごぼうと、はい、調味をさせて、ね、久留米に来たら結構立花うどんに来る。あ、来ますね。はい。お味はいかがですか？美味しいですよ。はい。やっぱり安くて美味しいですもんね。肉ごぼうというのはどういうところが好きですか？やっぱ肉の甘みと旨みが染み出してて、それをごぼ天と一緒に食べるのがやっぱり一番美味しいですね。ありがとうございます。パクエビです。はい。肉のパクエビです。お待たせしました。ありがとうございます。はい、お先ごめんなさい。はい、どうも。15番2名様です。はい。
おお早いね。上着着たいの早いね。あんまりな。なんと。そして3時まで釣った。浮いた。そしてここはほら客さばきがあれ早いじゃない。だけどあんまり待たせんからいいもんね。おすすめのメニューを教えていただいてもよろしいどっですか。ちかっていうと何かき揚げか腹減った時は天ぷらセットやったな。いらっしゃいませ。頼まれたんです。今日は肉うどんと混ぜ飯です。はい。いつも頼まれるんですか。混ぜ飯は頼みますね。そうですもう必ず頼みます。おうどんはちなみにどんな感じですか。うどんはですね、柔らかいんですよね。染みるんですよ、出汁が。それがいいところですね。いらっしゃいませ。ようこそ。どうもありがとうございました。またよろしくどうぞ。お店のどんなとこが好きなんですか。一番は美味しいというとね、活気がある、出来上がりが早い。ありがとうございます。いらっしゃいませ。それ払うか。失礼します。お乗せていただきます。ちくわはどちらでしょう。はい、かしこまりました。ありがとうございました。今日はあったかいのお店のどういうところが好きで通われてるんですか。まず美味しいということだよね。具なんかも親子で分けられるとか楽しいのよこれが。卵一杯です。卵入ります。カレー2個セットです。お待たせしました。カレーがおにぎり2個セットです。どうぞ。どうぞ。
もう日課で目が覚めたらもう必ずここに来るっていう1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるの。月見うどん、はい。月見うどん。最高っす。またハマるなっていう。やっぱ手間暇ですね。やっぱ会社のこだわりでしょうね。油足りましたか？あれはいらっしゃい。3月にオープンして朝5時から13時まで8時間ぶっ通しで1人でやってたんですけど、8時間営業する前に2時間仕込み、それで10時間ですね、ぶっ通しで。その後片付けも2時間ぐらいかかって、で営業時間中に肉の仕込みできないんでうどんやってたらですね、肉の仕込みがまた 4,5 時間かかるんで毎日寝る時間がないっていう、1ヶ月で8時間営業もうやめましたね本当に寝れなくて倒れそうで。から2時間短縮して5時から11時までの営業を約半年続けたんですけど、朝5時に酔っ払いが来るんで、酔っ払いがその前の道で酒盛りを始めたりするんで、それで苦情が来て、で自分も中の営業をやりつつ酔っ払いの対応をするのは難しかったんで、今は7時から12時までにやってますね。7時から12時まで営業して60杯を目指していくという感じですね。60杯売れたことはまだないんで60杯売りたいですね、一人で。そんな感じです。これも常連のお客様が作ってくれたですね。洗い替え込みで3枚、入り口の提灯も常連のお客様が作ってくれて、のれんは自分が作ったんですけど、受け皿とかもこんなも全部常連のお客様が作ってくれました。この歌とかもそうなんですけど、箱崎に住んでる常連のお客様で歌全部12曲作ってくれてこれ CD がベストアルバムができてますね。12曲のベストアルバムがあるうどん屋さんは多分自分の店だけだろうと思います。その油の文字はもともと2年間曲がり営業してた時に常連のお客様だった設計施工会社の社長が見つけてくれて、もう全部ここもそこも和室だったんですけど、それ全部改装してくれて、その時サービスでそれつけてくれました。これは煮干し油ですね。牛肉を下茹でして洗って切ってうどんの出汁で煮込んで肉の仕込みをしてるんですけど、その時に下茹でした時に出る上澄みの牛脂で焙煎した煮干しを揚げてます。煮干しはこれですね、伊吹リコって言って四国とか瀬戸内の一番いいやつですね。朝収穫する辛口イワシなんで、お腹の中に内容物が入ってないっていう茶色くなるぐらいまで焙煎して、それを牛脂で揚げてます。これは煮干しあえ玉とか、あとここにメニューに書いてない裏メニューでチャーミートンと煮干し油のうどんがあるんで、それの時に使いますね。今 YouTube840 本以上投稿してるんで、それを見てる人たちが先に注文してくれたらいいかなと思って、でそれを見てる人たちが面白がってまた頼んでくれたらいいかなと思って、お肉屋さんに頼んで、鹿児島のチャーミートンっていうブランド豚の脂身が多めのとこだけを、豚バラのところを作ってきてもらってますね。自分小倉出身で、小倉の久能丼っていう寺前のドキドキうどんですね。その子が、自分が行ってた時も肉小片面油っていう注文してて、でそこが大好きだったんで、博多に来たら朝5時に開いてるうどん屋がなかったんで、油うどんですね。だけどそれでもう自分でやってみようかなと思って、それでやり始めて、油をちょっとやりすぎて、みんなが油をもっと増してくれって言って、でそれでもうどんどん油増していったですね。はい、北海道に住んでるガラス職人が鬼瓦作ってくれましたね。パワーストーン屋さん、天然石屋さんが常連のお客様ですごい高価なものを開店祝いにプレゼントくれましたね。一番こだわってるって言ったらこの昆布ですね。ラオス昆布って言って大体大きいの1枚ですね。これ出し取ったら 1.34 倍か大きくなりますね。
してるのはこれ夢尽くしっていう米で、福岡の県産米ですね。これ今新米ですね。炊き方をこだわってて、全部 YouTube で見たんですけど、洗い方とか炊き方とか見て最強に美味しく食べれるように炊いて、多い時では平日最高2升炊いて足りなかったですね。2升って言ったらその小飯換算で80杯、80人も全然来てないですけど、みんな大飯おかわりとかみんなご飯頼んでくれるんで、それだけ美味しい米なんで、これはめちゃくちゃこだわってますね。旅館の朝ごはんに出てくるご飯が柔らかくて甘くて美味しいイメージして炊いてますね。毎日何回も炊いてるんですごいうまくなりましたね、炊くのが。浄水の水で洗います。もう全然かき混ぜるだけですね。透明になるまで洗ったら米の香りが全部取れてしまうんで、3回かき混ぜて洗ったらもうこれで冷蔵庫の中で浸水して炊いていきますね。土日は一撃でこれがなくなる時もあるですね。なんかいつも仕込みばっかしようんで、昼に店閉めてあと何しようかなってけど、一人でやってるんで基本的に仕込みいつもやってますね。これ小分けして冷凍して解凍して使ってますね。なるべく毎日仕込みはないように、仕込みしてたら自分の時間は全部なくなるんで、買い出しもあるし YouTube の撮影も投稿もあるんで、味付けは完全に終わってる状態じゃないですね。ここからさらに醤油と塩で味付けて提供してますね。全部土足だから古民家だから上がる感じがあるから、これにいちいち靴を脱いで上がるとちょっと皆さんが大変だなとかいういい店になったと思いますあ、昨日来ました。新しいやつ仕立てですけど、よもぎ麺。よもぎ麺食べてみたいですね。はい、150円課金で、8分です、茹で時間の。はい。もちもちして美味しいですよ。なんか剥きやすいって大将が YouTube で見て包丁とかピーラーとかよりほんと綺麗に薄く剥けるのでこんな感じです。奥様は土日だけ、そうです、はい、平日は自分の別の仕事をしてます。昆布の写真を撮って、おはよう昆布さんっていう、これ自分が朝起きてるっていうことの確認のためですね、ストーリー。寝坊することほぼないですけど、寝坊した時はこれが上がってないっていう。これがさっき入れた昆布ですね。有名な人に撮ったんですね。大体継ぎ足ししてます。朝作ったのだけやったら味に深みが全然、ないって言ったらあれやけど味変わるんで、これ一晩冷蔵庫かけとったやつがあったらこれ割り込めばもう全部美味しくなるんですね。たまに売れすぎてこれがなくなる時もあるんですけど、その時はフレッシュだしだけです。ほぼないですね。水で戻した切り干し大根です。小倉のうどん屋さんは大体どこにでもあるんですけど、博多のうどん屋さんにあるのは多分箱太郎だけでしょうね。強い握力で絞るっていうのがポイントなんで、美味しさの秘訣は。
握力使いすぎたら酸欠になるぐらい力入れてやってますね。で絞りが甘かったら美味しくないんですよね。ぬか漬けの素を入れます。唐辛子を2つ入れます。好きな方はもう山盛り食べますね。辛いですけど醤油と味の素かけて食べるとすごく美味しいので、皆さんうどんが来るまでに1杯食べて、うどんがと一緒に食べて、もう1杯食べて、帰りにもう1杯食べる方いらっしゃいます。だしを取った昆布を千切りにしてサービスで提供してますね。これも味の素と醤油をかけて食べてもらいます。リバーウォーク北九州蔵の、自分中卒なんで17歳の時に中華料理屋でアルバイトしてて、1年間ぐらい皿洗いした後に野菜を切る係に昇格したんですよ。それで何ヶ月か野菜切ってましたね。でそこでネギ切るの好きだったんで、中華包丁と野菜を切るっていうことはできる、それだけできたんですよ。でも10代の頃にちょこっと皿洗いで野菜切るのをしただけです。もうそれ以外は全く。今37なんで15年ぐらい飲食はしたことないですね。いらっしゃい、ありがとうございます。番号書いてあるんで、番号順番に座ってお待ちください。これ裏薬味で青唐辛子の醤油漬けを作ります。メニューには書いてないですけど、課金でこれが使えます。知ってる人だけですね。仕入れが青唐辛子ある時しか作れないんで、それとか急に青唐辛子が高くなったりするんで、青唐辛子と生姜切って煮びしの醤油入れるだけなんで、もう何十人20人かぐらいにレシピ聞かれて全部教えてますね。隠すこともなんもないけど、自宅でやってる人がいっぱいいます。浸りたてがめちゃくちゃ辛くて 2,3 日経ったらちょうどいい感じに美味しくなるですね。辛いのが好きな人は出来たてがみんな好きなんで。やめに炊いてるんで甘い米ですね。旅館の朝ごはんのご飯をイメージして炊いてます。サービスの漬物ですね。切り干し大根のぬか漬けですね。これどっちも味付けしてないんで、どっちも味の素と醤油をかけて食べるタイプですね。これも全然塩味は全くないです。月見うどんがダントツでおすすめです。すみません、お待たせしました。どうぞ。肉増し、ネギ増し、油増し。どうぞ。
いらっしゃい、おはようございます。美味しいんですよね。なんか普通のうどんとは歯ごたえが全然違いますね。もっともちもちしてるような。どうぞ、お待たせしました。はい、どうぞ。どうぞ。最初少しと絞り込み元アームレスラーのチャーミートですね。はい、どうも、出ました。違う、CD。ありがとうございます。はい、出ました。いってらっしゃい。1300円になります。はい。ありがとうございました。はい、出ました。いってらっしゃい。いってらっしゃい。どうぞ。はい、熱いですよ。いただきます。
お店には結構よく来られたりするんですか？まあ、店は最近毎週末の毎週末楽しみになってますね。もう日課で目が覚めたらもう必ずここに来るっていう。いらっしゃい、おはようございます。漬物味付けしてないので、味の素と醤油をかけてください。注文してね。抜き抜きは、熱いですよ。はい、チキンうどん。熱いですよ。めちゃくちゃ熱いんで、焼きチーズください。月見うどんははい、月見うどん熱いですよ。はい、月見うどん味なし。
います。いらっしゃい。肉増しですね。そう。はい、月見丼。熱いですよ。生地に対して多分閉店間際が少ないですから。あ、本当。じゃその頃来ました。おいよ、そういうこと。久しぶり。久しぶりのよもぎ麺美味しいです。1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるの。はい、確認しました。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、よかったです。あ、よかったです。お口にあってありがとうございます。癖になる最初食べた時は本当あこんなのがあるったいみたいな感じだったね。月見うどん2つ。あ、出ました。ありがとうございます。いらっしゃい。昼食わんでいいんじゃないですか。いや、昼はです。はい、どうも。おはようございます。あ、出ました。ありがとうございます。いらっしゃい、おはようございます。お冷やはセルフになってます。月見うどんがおすすめですね。月見うどん、はい。はい、どうぞ。熱いですよ。はい、どうぞ。
熱いですよ。いらっしゃい、おはようございます。いらっしゃい、おはようございます。いらっしゃい、おはようございます。番号順に座ってお待ちください。はい、どうぞ、月見丼。その。月見コース。いらっしゃい、おはようございます。5月のゴールデンウィーク明けに振り替え休日もらってで新婚旅行に行ってくるんで、それから帰ってきたら手打ちうどんを始めて実験ですね、5人前ずつとか10人前ずつぐらい美味しいのができるようになったらどんどん 10食20食と増やしていって、来年もちょっとゴールデンウィーク明けに振り替え休日もらうんで、その後からは全部手打ちでやっていきたいなと思ってますね。最高っす。またハマるなっていうまた週3読んでくるなっていうのを感じますね、自分でも。一番来た人は3ヶ月以上毎日来て、2ヶ月以上毎日来た人は2人いますね。あと1ヶ月以上来た人は何人かいますね。その1回も休まずに、YouTube800 本以上投稿してまだ1回もうどんは出してなくて、自分はただ喋ってるだけなんで、自分自身が変なやつやなって思って会いに来てくれるのもあるんじゃないかなと思って、リピート率の高さはうどんの味以上に YouTube の作戦、その効果があるかなと思いますね。よかったらうどんハーブ太郎の YouTube 見てみてください。油足りましたか？あります。いらっしゃい。北九州のドキドキうどんは全県制覇しましたし、ラーメンは有名どころはいろいろ食べてまいりましたけど、麺類の中で個人的にはこれが最強だと思ってるんで、ぜひ食べてほしいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。肉ごぼうと肉どうぞ。一杯いただきます。もう年明けたらすぐ流れる。東京14年いました。戻ってきたのちょうど1年前。どうせ今長丁場やけね、ずーっと地道にやっていってもらってる。
有名だけど、ぬか漬けね、ぬか床。ですよ。食べたんやったね。おいでます。これで肉が終わりです。はるみさんにやってもらったのが私おにぎりやる。皆さんに底付けを作ってもらおうと思って。もういいプレッシャー。今日は今10キロ仕込んでる。1日10キロ。親父と喋りたくて来るお客さんも結構おるんですよね。
に移転する前はちょっと離れたところにもっとちっちゃいお店であったんですけど、その店始めた時は僕は0歳。この店と僕は同級生。37年ですね。うちの出汁で育ったので。お客さんとの接し方とか、親父すげえなと思うのはそういうとこです。めちゃくちゃお客さんに愛されてる。ニコって笑ったらみんなも許してしまう。うどんを教わるよりも難しいことやなって。入れます。肉そばとごぼ天うどん。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃい。からしたかなと漬物もどうぞ。三宮。お先に肉そばお待たせしました。YouTube で見れるね。そうです。ごぼう天うどんです。いつもと変わらず美味しいです。昔から味が変わらんところとか、特に肉うどんとかごぼう天うどんは大好物です。どんなやつ見るかな。どうぞ。肉うどんに卵たち。肉は食べないといけないから、あと卵が好きだから卵。生より閉じた方がいい。はいどうぞ。はいいらっしゃいませ。はいどうぞ。肉ごぼう大盛りお願いします。はい、ごぼう大きくて。はいはい。
はいだと。鴨丸天を2つお待たせしました。肉ごぼう大盛り。はい。ごぼうきつ。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。肉ごぼうと卵とじ4番です。こっちにマンボがない。こっちマンボがない。川での大盛り。ごぼうの大盛り。すいません。肉ごぼう2つ1番です。卵とじ。はい、どうぞ。はい、肉ごぼう。はい、どうぞ。はい。はい、どうぞ。はい。肉ごぼううどんです。からし高菜です。美味しいです。はい。冷やし山かけデラックス。はい。と肉ごぼうのドッキング卵。という時に肉ごぼうの卵とじ。先3番ね。デラックスそばですね。美味しい。いいですか？はい。鶏肉を。はい、肉ごぼうと肉どうぞ。出汁が効いていて美味しいですね。お昼からもう頑張れます。
これは何にかけるんですか？このまま食べます。めっちゃ美味しい。取られない。毎日食べても初めての気分で食べれるよね。今日は肉ごぼうのごぼうを別皿にしてます。自分のタイミングで出して食べた方が美味しい。油ないよし。あ、じゃあうどん。うまいよ。もう日曜日なんかずっと誕生日。はい、ごぼう山菜です。はい、どうぞ。ごぼう山菜。だしはあっさりで美味しいです。はい。なるほど、待って。わかめ多め。もりもり。山菜ももりもりになっちゃう。はい、肉そば。はい、ごぼう天。ありがとうございます。はい、いらっしゃい。はい、山かけうどん。はい、肉ごぼう2つどうぞ。めっちゃ美味しそう。88。1988年前のね、たまたまこの間出てきたんよ、前の店で。そこは2人でほぼ2人でやってて13年間。それからここに移転してきた。その時が1988年の2月7日に始めた創業をね。大将、これからお店をされていく2代目にちょっと一言いただけたら。2代目に責任を持って自分のやりたいようにしてもらったらいいです。やっぱね、体にやっぱ気をつけてもらいたいね。どうせ今長丁場やけね、あと30年ぐらいまたせないかんなきゃ。大きな体壊さんようにして、ね、ずーっと地道にやっていってもらってね。そうです。はい。他のものも食べたいけれども、やっぱりカレーうどんになります。美味しいから単純に美味しいから。やばい、これ絶対うまい。これメガうどんやね。ここが懐かしくてね。ひっくり返るほどうまいと言われるようになりたい。電気をつけて、昆布を、それを羅臼昆布。
いいですね。火入れてタイマー入れて沸騰したら投入。始めたのは1977年。しょうがないどれでもすっかみたいな感覚よ。当時はね、46年前だから。特別うどんの思い入れっていうのは、子供の頃に食堂のおばちゃんに鍋1個ぶら下げてうどんを買いに行った時に、晩飯が貧しかったからこんな鍋持って行って食堂に行って、おばちゃんかけうどん3杯ちょうだいって言って、これに3杯入れてもらって芋天をもらったのがやっぱ思い出やな。振り返るとうどんとの出会い。中学卒業して住み込みで働きに行って鰹節屋に勤めて、それからいろんなこと。その前に商業デザイナーみたいなのが1年弱ぐらい。絵が若干好きだったから、中学校の先生が紹介してくれたところがそこや、商業デザイナーの卵みたいな。そこに昼間は行きながら夜は夜学の高校ね。で4年間夜学に行きながら昼間は仕事をしながら、その時に鰹節や商業デザイナー、その後卒業して大学も夜間の大学行った時にセメント生コンの営業、そしてまた鰹節屋に戻って、その後うどん屋に鰹節屋の社長と一緒にうどん屋を立ち上げて、そこに2年ぐらい勤めて、あとはもう自分で独立。26歳で独立。26歳で独立で今46年だから今72で現在。さっき投入したいりこ。いりこと昆布とサバとうるめの削り節と亀節。少しはね、そういうなんかあれが大変やけん、こういう台車を作って運べる。5時45分に目覚ましかけて、家を6時15分ぐらいに出て、6時15分からそこの地域の岩崎神社っていうのがあるから、そこにお参りに行って、6時40分ぐらいにここに入って、それからスタートね。毎朝経営能力がないので神様にお願いするしかない。俺は能力ないから全てお願いするしかないっていうとこやね。これで次の人が来るまで寝かせます。
1日で何キロ分ぐらいの小麦？一応小麦粉は16キロ分ですね。それに水があと8キロ8リッターぐらい入るので、24リッター25ぐらいになりますね。踏む時は体重があるのでなんとかなりますけど、こねる時にちょっと力を入れますね。最初はただ形を整えて伸ばして一度休ませるんですね。その後はもう逆側からまた丸めて踏んで丸めて踏んでの繰り返し。そうするとうどんにコシが出てくるので。ゴム手袋してないから。ということでこの台車を作ってくれた。肉いんですよ。肉うどんの肉ですね。入れなかったもんね。今は味ご飯の醤油とだし作って、あと30か40分ぐらいは設置します。はい、すいません。上手よ。一番最初に安いうどんを35円でもらって芋店をサービスしてくれたっていう、そういう大衆感覚を大切にはしていきたいとは思うけど、だんだんそうはいかなくなるねって。世代交代今どんどんしていくよ、今していきようから、その人たちがどういう考え方をしていくか。この場所にお店を建てられたのには何か理由があったりしたんですか？ここを人づてに紹介してもらって始めた。もう昔はこんな立地条件いいとこじゃないから、もうど田舎もど田舎。これが1年に1回うどん教室でうどんの見学に来るんです。でそれがもう今多分25、6年続いてる。いろいろこう子供たちと話し合ったり、おもちゃを持って帰らしてお団子を持って帰らしてっていうのをずっとやるよって。うちは4世代一緒に来てます。じいちゃんばあちゃん子供、それからひ孫じいちゃんから言わせればひ孫まで。やっぱそうよね。46年になればそんなになるやろうと思う。大体は15分。ちょっと太いか硬いはもうちょっと16分ぐらいは、でも大体は15分。
はい。これ昭和開店当時のその時のバイクは違うでしょ。看板が反対側になってる。逆さまになっとうのはひっくり返るほどうまいと言われるようになりたい。お待たせしました。うどん定食です。うどん定食です。うどん美味しいですよ。大丈夫ですよ。はい。美味しいですよね。たまにある。セットの小うどんです。親子丼セットのどうですか。麺は竹炭の黒麺になります。一応メニューでびっくりうどんって言ってスープも真っ黒のメニューです。黒田亀戸。黒田。卵丼付きのこのセットで黒いうどんにしたんです。なんかカレーっぽいような味がしますけど。これ真ん中からこう外に。
美味しいですよ。コシもありますね。親子丼めちゃくちゃ美味しいです。ウェイ。来ましたゴジラ丼です。前失礼します。願うとこちらと美味しいです。食べられそうですか？食べれます。よく焼ける。ごぼうの香りが。はい、キムチの大盛りです。めちゃくちゃうまそうやん。いただきます。すごいもちもちです。おやじさんの人柄。あ、美味しい美味しい。一緒、みんな一緒。カレー S ですかね。S としいたけ飯が。しいたけ飯ですね。4つ。カレー S4 やね。大丈夫？いらっしゃいませ。はい、お願いします。大丈夫大丈夫。いただいてください。いただきます。食べた。美味しいよ。マスターが半分してもね、いいって言ってくれて、レスができたのね。他のものも食べたいけれども、やっぱりカレーうどんになります。ここに。
ここがねオープンの時からしてる41年前ずっといろいろ転勤してもう定年になったけどここが懐かしくてねだからここの小川さん店長仲良しまあ懐かしいのとね昔からと全然味が変わってないからさそれがいいねあとこれ大したもんやね。はい、美味しく取ってよ。オッケー。はい、カレー上がり。お待たせしました。カレーうどんといなり。すいません。以前近くに住んでて30年ぐらい前その時からずっと通い続けてまして最近もうずっとカレーうどんだけ頼んで美味しいから単純に美味しいからメガうどんの大盛りいいかねワッフはね肉卵肉キムチ見てねインフルの時のなんかやばいやばいこれ絶対ないこれメガうどんやねいただきます。いただきます優しい今。うまっうまっうまい絶対うまいそれはマジ好きもううどん屋さん行ったら大体カツ丼やカツ丼欲しがってないはいはい、ご飯詰め込んでや。はい。カツつけてるはいお願いしますはいはい
はい、お願いします。お待たせしました。黒田びっくりうどんです。お湯7、7やろ。で